Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Tomakomai Kaiwai 10 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Futaba 3. Kashido Koro Tamaya. こちらは苫小牧の創業100年を超える老舗和菓子屋さん。今は3代目が引き継いで洋菓子も手掛けているんですね。3代目のお母さんが伝統の和菓子を現役で作られているそうですよ。見た目にやられます。こういうのに弱いっすね、メシタビーズ。このインパクタブルな巨大ゼリーは圧巻。とにかくでかい果汁 100% のゼリーなんて贅沢なんでしょう。苦くって美味しい。これ風邪をひいた時に食べたいわ。発熱時の食欲ゼロの時はこれだね。見た目かわいいあたいみたいなチーズケーキも意外にあっさりでいいわね。他にも美味しそうなケーキたちがいっぱいね。なんかすごいフルーツシリーズ新しいの編み出してないかな。楽しみだね。 2. Sumiyoshi 1. Pizza and Cafe Novata. 住宅街のイタリアンレストラン、サラリーマンから女子会など大盛況でございますね。ピザが美味しいお店らしいよね。そうなんだけど、なんとも魅力的なの見つけちゃいました。これです、これ。チーズミートソース。カロリー爆弾ドッカーン。やばうまだです。これみんな大好き、間違いなし。うまそうだけど、最近うちのかみさんの食欲がグローイングアップ半端ねっす。Growing up. ミートソースが意外にあっさりなのでチーズたっぷりでもくどくない。ボーノボーノです。そうなんだ。見た目はすっげーくどそうだけどね。そうなの。これは女子大好きなやつよ。男性の皆さん、彼女や奥様を連れてきてあげてね。 3. Shira Oi. Soba Kili Yamada. 白老にありますただいま系そば屋さん。我々大好きそば鉄さんで修行されたというね。あらま、そうなの？そうなの。それは楽しみですね。ひっきりなしに次々とお客さん、お父さんお母さんがすんごい目まぐるしく動いております。ちょっと何言ってるか分かんないです。お父さんお母さんがすんごい目まぐるしく動いております。もうお手伝いしたくなるぐらい。ちなみにただいま系っていうのは住宅改造型みたいなお店のことね。イエス。大人気だね。時々打ちますと書かれている10割そばが運よくあるとのことなんで、10割そばと舞茸天を注文。舞茸天うまいよね。最近の舞茸はすんごいよね。舞茸は昔からすごかったのかな。舞茸の握り寿司ってのまであるからね。舞茸の握りも美味しいよね。びっくり。舞茸とごぼうは天才だね。そう、舞茸ごぼうなす、こいつらはやるよね。こちらのおそばは黒松内と摩周産のそば粉を使われてるそうですよ。10割そばって上品にさらっと盛りのイメージだけど、こちらのは想像よりかなりボリューミー。8切れ金満腹いただきました。 4. Shinmei 1. Mothers. 卵は昨今いろいろ大変でしたが、こちらは問題なかったのかな。ほんと卵やら牛やらだらと食に関する危機感煽られてる感じよね。食える時に食っとこう。十分食べてますけどね。まあね、とりあえずマザーズの看板見たらシュークリームっしょ。まあね。お酒好きなんですかって聞かれたら、酒よりはシュークリームが好きかな。なんでしょ。あれ、なんでおじさんのキャバクラトーク知ってんの？ 5. Onsen Information. Tulumai 421. You know me, know you. オートキャンプ場の温泉施設です。入浴だけでも OK、クレカ支払い OK。 広々ゆったりとした温泉旅館の大浴場のような露天風呂の日本庭園が広々気持ちいい。サウナは84度、水風呂16度ってとこかな。温度低くて整うのにちょっと時間かかっちゃうけど、ゆったりのんびりで最高だね、ここ。広大なオートキャンプ施設に加え、カヌー、パークゴルフ、バーベキューなどのアクティビティやウォシュレット付きコテージなど宿泊施設も充実。わお、ウォシュレット、それは大事です。ウォシュレットのない時代には戻れないおじさんなのよね。TOTOさんのおかげで甘臭いおじさん激減したからね。そうなの？
そうだよ、昭和の時代はタクシーのうんちゃんとか6年生の時の担任とかやばい人いたぜ。花火館だからさ大変さ。そんなに？はい、ウォシュレット付きコテージ、素晴らしい施設だと思います。6. Minato Machi 2. Shunsai Chubo Miwura Ya. プラット市場から車で数分ですかね。海鮮物から定食なんかもいただけるお店。プラット市場あたりをプラッとしてみたんですが、どうも最近観光客むさぼり系の匂いがね。そうなの、なんか入る気しなくなってね。こちらにたどり着きました。まずはレジ前で注文して先払い。いきなり？この壁に貼ってあるものだけなんだって。完全なるファーストフードシステムってわけ？でも写真なしはきついな。なし。マジで？だのよ。めっちゃもちゃもちゃしちゃうよ。でしょ。なんとか注文済ませて番号札渡されて好きな席で待ってて、呼ばれたら取りに行く。わあ、まあまあいいね。朝からすんげえボリューム。いくらもいっぱい。これでいくら？13、4種類の海鮮のって、今ならローストビーフもつけちゃいます。ローストビーフ？特上生チラシだよ。さらにイクラもたっぷりもっこりで、なんと2000円。おー、まあまあだね。これはリーズナブルかもしれないね。興味のある方は行ってみてみて。7. Takayunishi Daikatsu. ほぼ沼の旗になるんですかね、大勝さん。噂では何やら激盛りらしいのでね、ご飯極小で頼みました。だって満腹なんだもん。朝から食べっぱなしだもんね。そりゃきついよね。満腹でカツカレー食べたことあります？いいえ、あるわけないでしょ、普通は。でしょ。おじさんはいっつもなんです。因果な商売よの。いや、商売になってないし、勝手に食べてるんだし。厳しいね。はい、これなかなかの名カレーだ。カツも厚すぎちょうどいい。テレビはドラフト会議中だ。いいピッチャー欲しいな。関係ない。ちょいともったいない気する塩分きつめのカレーね。このしょっぱさはフリーエージェント放出したいところ。あら、濃い味ガツン系？なかなかの名カレーだけに惜しいね。ボリューム満点、美味しい以外にも欧風。ボリューム満点、美味しい以外にも欧風っぽいカレーです。味濃い派の方には大満足のカレーかと思います。バラエティに富んだメニューで目移りしちゃう。しかも爆量でしょ。男たちをウハウハにする巨乳ちゃんみたいなお店だね。は？ 8. Midori Machi 2. Nikai Death. こちらは40年以上続く老舗喫茶店。アパートの2階がお店になってて、名前がそのまま2階ですって面白すぎるやろ。インパクトあるね。こういう店大好きだ。完全アパートの一室。ドアを開けるとロッジ風な雰囲気っていうか、ロッジだね、完全に。マスターに初めて来たのって聞かれて、はいって答えたらさ、勇気あるねだって。女性一人客なんてめったに来ないんだろうね。おじさんでも躊躇するよ、この店。飯旅活動家じゃなきゃ来ないかも。いや、あとは絶対来るタイプの店っしょ。好奇心の塊だから。飲食店に関しては特に。1日8時間かけて落とすマスター自慢の水出しコーヒーはすんごいまろやかで美味しい。8時間もかかんの？だって驚きよね。雑味がないっていうの？違いのわからないグリーンでもわかるダバだね。なるほど。こういう喫茶店でのんびり過ごすのもたまにはいいよね。あ、コーヒーチケット懐かしい。まだあんだね。マスター曰く今の若い子たちは何ですかそれってなるらしいよ。あ、コーヒーチケット？そっか。スタバにはないもんね、コーヒーチケットなんて。おじさんコーヒー好きだけどコーヒーチケッターだったことはないな。コーヒーチケット。あれに見るコーヒージャンキーなのに家で飲む派。先までコーヒー割りだ。9. Shinmei 1. Ramen Lab Ren. 女性だけで運営するラーメン屋さん、最近増えたわね。ちなみにオーナーは男性なんだそうですよ。あ、そうなの？出てきた時の香りがラーメンじゃなかったっすね。あれ、お雑煮？鍋焼きうどんみたいな。へえ、道東っぽい感じ？それともまた違うかな。面白いしいラーメンですね。
ラーメンライスやラーチャンセットが好きな野郎ども向きではないかもしれないけれども、もう少し塩気が優しければじいちゃんばあちゃんでも美味しくいただけるラーメンかと思います。想像つかないな。平打ち縮れ毛、縮れ毛？平打ち縮れ麺美味しいですね。プリもち、北海道では出会ったことのないタイプの麺。宮古のたらふくさんみたいなやつ？フォーエバーなくならない麺みたいなのかいかい辛くはない。フォーエバーなくならない系の麺みたいな感じ、あれとはまた違う美味しさだね。これ塩でうまそうな予感がする。あら、そう。それは高評価だね。まさかの大根がそこから出てきてさ。大根？誰だ？醤油ラーメンにおでんの大根を落としたの。吉田商店か。それ函館人しかわからんって。函館の吉田商店って美味しいスープカレー屋さんがあるんですけどね、そこもね、そこに大根入ってんの。一応説明しとくけどね。10. Yayoi 2 Tea Terrace Suki。欅が立ち並ぶ住宅街にございます素敵なカフェ。店名の月は欅の米で、古い呼び方ね。お店の前に欅が立ち並んでいたので月にしたんだそう。へえ、欅並木が苫小牧にあるなんて知らなかった。ここは女性に人気なのもわかるわね。もう長いのかな。2011年開業だそうだよ。うさぎ年だね。店に干支ってあんの？さあ、いいお店っすね。女性が集うのわかるわ。おじさん一人だけだったもんね、男の人。なんで男たちはカフェに集わないんだろうね。確かに。どうして男たちは居酒屋、女はカフェ？そこんとこはすんごいはっきり分かれるね。なんでやろう。Anyway、知らなかったこのお店。不覚だわ。とってもいい感じ。ね。スイーツでもご飯でもお茶でもパーティーでも使えそう。アリソ店内使えるお店。美味しいパンケーキなんかは美味しいパンケーキなんかがあるとさらに使い勝手がいいんだけどね。出た、おじギャル発揮。親父は黙って居酒屋行っときなさい。居酒屋ってなかなか行かないよね、飯したビーズ。あなたがね、食事しながら飲まないからね。私はビール飲みながら食べたいわよ、本当は。合わせてくれてんだ、面目ね。そういうあなたに合わせてるうちに私もそういう体質になっちゃったみたい。飯は飯、酒は酒ってかい？確かにお酒はバーで飲む方が楽しいってのは分かったわ。だろう。我々はいつも一緒だからね、新メンバーが必要なのさ。だからって飲み屋のマスター連れ回すのはもうやめてね。はーい。本当に分かってんのかな。 Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Season 4 Awamori Hirosaki Kaiwai des Otanoshimini. See you soon. 苫小牧といえばもうあんまり美味しいもんないですよね。そうですね。ちょっと苫小牧の方にはもうちょっと教えていただきたいですけど、とにかく、昔からあれですわ、有名なね、お店が超行列のお店がありますよね、市場のところにね。おじさん20年ぐらい前かな、初めて行った時に、2時間ぐらい並んでさ、もうそれは有名なですからね、食べないわけにはいかない。2時間待ってやっと食べて一さじ食った時にカチーンときたもんね。もうテーブルひっくり返そうかと思ったわね。やっぱり苫小牧といえばホッキじゃないですか。はい。ホッキって、美味しい食べ方いろいろあるけど、はい。じゃないよね。煮込むのが一番適さない。そうだね。さっと炙るか。さっと火を通さないと台無しになっちゃう素材なので、でもそれを食べさせてくれるお店っていうのは結構あるんだよ。シーズン1の苫小牧の方でね、その店はそういうお店はちょっと紹介してるけれども、ですな。グリーンはあれじゃない、ホッキのバター焼きがすごく好きじゃないか。好き。いや美味しいよね。バターと胡椒だけ。それもバターを先に溶かしてホッキはさって
炙る程度。それ家でやるやつであってお店でそれをやってくれるのがちょっとないからね。あんのかな。まああったら今度紹介したらね、ね探してみようかな。フライにしてても美味しいし。美味しい。ね。うん。きっとさっと炙ったソテーを添えてくれたら美味しいと思う。そうだね。だから最後にパッと火を通したやつをちょっと混ぜて入れてくれればいいけど、そう硬くならないし、もう煮込んじゃって一緒に煮込んじゃってるやつはもうダメだよね。テーブルひっくり返したくなる本気がーってなるいいとこ殺してんじゃねえか。本気よ帰ってこいってなるあの行列もさ、もっとなんか寒さ対策してあげればいいのにね。もうずっと何十年あれでしょ。あれはひどいよね。だけどなぜかみんな食うよね。なんでだろう。いや、そういうのね、並んで食うほどのものではないよっていうのを、教えてあげたいなと思ってこの飯旅の活動もあるんだけれども、観光地あるあるっていうかさ、そうね、小樽にもやばい店あるし、洞爺湖にもやばい店あるし、函館もあるし、要所要所一番有名な店っていうのはとにかくやばいパターンが多いんで、帯広もそうだし、観光地に行くときは注意した方がいいよね。ね、点数だけとかね、その行列だけじゃなくて、食べログもさ、すんごい点数良かっちゃったりするもんだからさ。よかっちゃったりね。マジで言ってんのこの点数っていうそうびっくりだよね。あとは前も言ったけど、ほらせっかくグルメが好きで、昔おじさん片っ端からテレビで紹介されたやつ食べに行ってことごとくあれってなったっていう経緯があるんでね。そうだね。我々の動画はそうはならないようにとやってるわけだけど、人それぞれ趣味趣向っていうのがあるからね。ただ好みはね、はっきり分かれるから、我々はちょっとどっちかっていうと味薄めのというか、ナチュラルな味付けのものを好むんで、がっつりパンチの効いた味覚の方たちには合わないのかなっていうのは正直なところでござる。だからやっぱり美味しくない店を知らせるわけにはいかないので、美味しい店を紹介するっていうパターンでしか今のところ、あくまでもおすすめじゃなくて、私たちが美味しいと思う店、また食べたいと思うお店を紹介しています。ピックアップしているっていうことをご理解いただけたら嬉しく思います。はい、というわけで本日はこれにて終了させていただきたいと思います。新潟の夜は暑いです。今日までかな。暑いの。美味しいね、新潟。美味しいね。おやすみなさい。おやすみなさい。